くいなちゃんです。円周率 π は 3.14159265358979 と循環せずに無限に続くことはご存知の通りです。途中から 0.000000 となったり131313のように、そこから先はずっと繰り返しのパターンになることはありません。本当でしょうか？確かに知識としては知っていると思います。しかし説明できますでしょうか？というわけで、そろそろ証明できるようになっておこうというのが今回の趣旨です。楽しい数学の時間です。まず小数は循環する小数と循環しない小数に分けられます。例えば 5.2 という小数は 5.200000 と考えると循環する小数になります。 0.123123 なども循環する小数です。一方で循環しない小数というものもありえます。例えば 0.123456789101112131415 と並べていった数は明らかに循環しません。ちなみに循環小数は必ず整数分の整数の分数で表すことができます。例えば 0.123123 という小数は両辺を1000倍すると 1000x イコール 123.123123 となりますが、下から上を引き算すると 999x イコール123となり、小数部分が消えます。つまり x イコール999分の123という分数で表せます。このように両辺を10の n 乗倍して引き算することで循環小数部分が消え、どんな循環小数も必ず整数分の整数の分数で表せます。逆に整数分の整数であれば必ず循環小数になります。これは割り算の筆算を考えると分かりますが、割り算の小数部分は余りをどんどん割ることで導かれます。この時 a 割る b をした時の余りは0から b-1 のどれかになり、バリエーションが有限なのでいつか同じ余りのパターンになります。これはそれ以降は循環することを意味します。はい、循環小数が必ず整数分の整数で表せ、整数分の整数で表せる数が必ず循環小数になるということは、これらは同値ということです。つまり循環小数であることと整数分の整数で表せることは同じことです。ちなみに循環小数のことは有理数と呼ばれます。もう一方の循環しない小数のことは無理数と呼ばれます。先ほどの話から循環しない小数無理数は整数分の整数で表せないことになります。整数分の整数で表せると必ず有理数になるためですね。それではある数が循環しないことを言うには整数分の整数で表せないことを言えばいいわけです。例えばルート2は 1.41421356 と続き循環しないことで有名ですが、これが整数分の整数で表せないことを証明してみましょう。まず証明のゴールはルート2が整数分の整数で表せないと示すことです。整数分の整数で表せないことが循環しない小数無理数であることを意味します。そのためにあえてルート2が整数分の整数で表せたと仮定しましょう。こうするといずれ矛盾するはずなので、そうしたらこの仮定が間違いだったと分かり、すなわち整数分の整数で表せないと言えます。いわゆる配理法です。はい、では何らかの整数 ab でルート2イコール b 分の a と表せてしまったと仮定します。両辺を2乗すると2イコール b の2乗分の a の2乗です。両辺に b の2乗をかけて 2b の2乗イコール a の2乗となります。a、b を素因数分解した結果を考えると a の2乗や b の2乗は素因数の数が倍になるため、各素因数の個数は偶数になります。すると 2b の2乗イコール a の2乗は左辺は2が1つ多くなるということなので、左辺の素因数の2の個数が奇数個になります。一方で右辺は素因数の2の個数が偶数個です。これは矛盾しています。よってルート2が整数分の整数で表せるという仮定は間違っていることになり、つまりルート2は無理数です。いかがでしょうか？簡単だったでしょうか？ということは円周率 π が無理数であることも簡単に証明できるのでは
という気がしてきます。しかし結論から言うと、実はそれは間違いです。ルート2が無理数であることの証明に比べると、現在知られている証明はどれも難しいものになっています。ただ、難しいからといって私たちが理解することが不可能というわけではありません。落ち着いて頑張って理解していきましょう。ちなみに今回は知られている証明の中で比較的シンプルだと思われるニーベンの証明を見ていきます。これは1947年にイヴァン・ニーベンさんが証明したものです。証明の中で微分積分が使われていますが大丈夫でしょうか？もしわからないところがあれば雰囲気だけ掴んで後で微分積分を復習してください。では円周率 π が無理数であることを証明しましょう。まずは先ほどと同様に何らかの整数 a、b で π イコール b 分の a と表せてしまったと仮定します。ここで円周率は正の数なので a、b は0より大きいです。ここで謎の関数 f カッコ x イコール x の n 乗カッコ a-bx の n 乗割る n の階乗を考えます。この関数は π が無理数であることを証明するためだけに生み出された専用の関数です。なぜこの式なのかという疑問があるかもしれませんが、試行錯誤で生み出されたため、とりあえずこれを使えばうまくいくと受け入れてください。そしてさらにこの関数に sinx をかけて積分してインテグラル0から π までの fx sinx dx を考えます。なぜ積分するのか、これも受け入れてください。するとなんとこの積分をある方法で評価すると結果が整数になります。一方で別のある方法で評価すると0より大きく1より小さい値になります。0より大きく1より小さい整数とは何でしょうか？そのような整数はありませんよね。つまり矛盾しています。このため元々の仮定 π イコール b 分の a が誤りだと分かり、円周率 π が無理数だと言えるという流れです。ここまで大丈夫でしょうか？それではまず謎関数 fx の性質を見ておきましょう。π イコール b 分の a と仮定していますので a-bx イコール b カッコ π-x と変形できるため fx イコール n の階乗分の b の n 乗かける x カッコ π-x の n 乗となり 2n 次の多項式であることがわかります。最大の x の次数が 2n ですね。多項式 x を1回微分するたびに次数は1つずつ減っていきますので 2n 次の多項式であるこの謎関数は 2n プラス1回以上微分すると0になります。このことは後で使いますので覚えておきましょう。またこの謎関数 fx は対象の形になっていて f カッコ π-x イコール fx が成り立ちます。なぜなら π-x を代入するとこのようになるので最終的に f カッコ x になるからです。さてそれでは早速謎関数に sinx をかけて積分したインテグラル0から π までの fx sinx dx を計算してみましょうか。ちょっと難しそうですよね。それが別のある関数 g があってこの積分が g カッコ π プラス g カッコ0と計算できれば足し算だけなので簡単そうですよね。このような関数 g が実は存在するのです。そのような g は次のようなものです。g カッコ x イコール f カッコ x マイナス f の2回微分カッコ x プラス f の4回微分カッコ x マイナス f の6回微分カッコ x プラスとやっていく関数です。f は 2n プラス1回以上微分すると0になりますのでこれらは途中で終わり有限和になります。本当にあの積分が g カッコ π プラス g カッコ0となるかを確認しましょう。まずこれらの式の g を x で2回微分します。すると g の2回微分カッコ x イコールこのようになります。f は 2n プラス1回以上微分すると0になるので f の 2n プラス2回微分カッコ x は0ですね。これらを足し算すると
ほとんどが打ち消し合って消えて g(x) プラス g の2回微分 (x) イコール fx となります。つまりインテグラル0から π までの fx サイン x dx イコールインテグラル0から π までの gx プラス g の2回微分 x サイン x dx となります。ここでgx プラス g の2回微分 x サイン x の原子関数、つまり定積分した時の関数は g の1回微分 x サイン x マイナス gx コサイン x となります。なぜならこの式を x で微分してみると元の式になるからです。微分して元の式になる関数が原子関数なので gx プラス g の2回微分 x サイン x の原子関数は g の1回微分 x サイン x マイナス gx コサイン x ですね。よって積分の式イコールこのように計算でき、サイン π は0、コサイン π はマイナス1、サイン0は0、コサイン0は1なのでイコール gπ プラス g0 となります。はい、あの積分が gπ プラス g0 となることが確認できました。これで証明の準備がすべて整いました。ここからインテグラル0から π までの fx サイン x dx が整数であり0より大きく1より小さい値であることを導出しましょう。まずはこれが整数であることからです。fx イコール x の n 乗a-bx の n 乗割る n の階乗でしたが、これを展開しましょう。すると二項定理によりこのようになります。二項定理を忘れてしまった人は後で復習することにして、とりあえず n 乗の括弧を展開するとこうなると思ってください。式を少し変形してこのようになりますが a と b が整数だったので四角で囲んだ部分は全て整数になります。つまり常に整数になる部分を int で表すとこうなります。 n の階乗分の int をシグマの外に出してこうなります。ではこの x を j 回微分して x イコール0を代入した f の j 回微分(0) を考えます。すると j が n より小さい時には x に0が代入されることにより結果は0となります。j が n から 2n の範囲にある時には x が微分されて1になるところがあり、その係数が j の階乗のため結果は n の階乗分の int かける j の階乗となります。この時 j は n 以上なので n の階乗分の j の階乗は整数です。そして j が 2n より大きい時にはもう全ての x だったものは0になっているため、それ以降全て結果が0になります。0は当然整数なので結局 f の j 回微分(0) は全ての j に対して整数と言えます。ここで先ほど定義した gx に x イコール0を代入した g0 を考えると全ての項は整数になります。つまりこれらを有限個足した g0 も当然整数と言えます。ちなみに gπ も整数になります。なぜなら f(π-x) イコール fx が成り立つという話をしましたが、これを使うと同様に gπ の全ての項が整数になるので、それらを有限個足した gπ も当然整数となるからです。はい、g0 と gπ が整数なのでインテグラル0から π までの fx サイン x dx イコール g0 プラス gπ も整数と言えることが分かりました。では最後にインテグラル0から π までの fx サイン x dx が0より大きく1より小さい値であることを示します。まずこの積分の積分範囲は0以上 π 以下ですが、端を除いた0より大きく π より小さい範囲を考えます。謎関数 fx の部分は正の数になります。なぜならまず b(π-x) が0より大きいためπイコール b 分の a を代入して a-bx も0より大きいことが言えますので x の n 乗が正の数、a-bx の n 乗も正の数、n の階乗も正の数と言えるからです。またサイン x の部分も図を書くと正の数であることがわかります。つまりこれら正の数を積分したインテグラル0から π までの fx サイン x dx も正の数、0より大きい数と言えます。
次に謎関数 fx の上階、どこまで大きな数になるかを求めます。x a-bx の部分をイコール ax-bx2 と変形して、これを hx と置くと、これは上に凸な二次関数になります。この hx の最大値を求めると、最大値では接線の傾きが0になりますので、微分してh'(x) イコール a-2bx イコール0となり、この方程式を解くと x イコール2分の π の時最大であることがわかります。これを h に代入して h(2分の π イコール4分の πa が最大値になります。よって fx は4分の πa の n 乗割る n の階乗以下であると言えます。sinx の最大値は1なので、インテグラル0から π までの fx sinx dx もインテグラル0から π までの4分の πa の n 乗割る n の階乗 dx 以下であると言えます。これを積分して4分の πa の n 乗かける π 割る n の階乗以下であることが言えます。ここで n を限りなく大きくしていくと、4分の πa の n 乗かける π 割る n の階乗は0に限りなく近づいていくため、それ以下であるインテグラル0から π までの fx sinx dx は n 次第でいくらでも小さくすることができます。定数の n 乗よりも n の階乗の方が n が大きくなると圧倒的に大きくなることを利用しています。つまり1より小さくできます。よってインテグラル0から π までの fx sinx dx は0より大きく1より小さい数です。したがってインテグラル0から π までの fx sinx dx は整数であり、0より大きく1より小さい値であることになりますが、そのような数は存在しないので矛盾し、π イコール b 分の a と表せないことが分かりました。よって π は無理数です。今回は π が無理数であることを長々と証明してみました。難しかったかもしれませんが、難しかったことが分かっただけでも一歩前進しています。それでは次回の動画でまた会えることを願って、バイバーイ。